こんにちは、雄大です。少し前にレジンテーブルを作ったんですけど、レジンにはまりすぎてまた作ることになりました。今回は一気に7枚作っていきます。何回も作ったからこそわかるレジン DIY でつまずく点とか細かい作り方なども解説しながらやっていきます。ちなみに今回も失敗してる箇所があるので、レジンテーブルが気になる方の参考になれば嬉しいです。ということで、まずは板材集めです。木材ショップを探して割れてるアウトレット品を安く買ってきました。これ以外にもネットでヒノキの板を何枚か購入しました。レジンを流すと後で中の部分は磨けなくなるので、このように先に磨いていきます。安く手に入れた無垢の端材は割れてたりするので、脆くなってる部分は先に取っちゃいます。レジンテーブルのよくある作り方が、耳付きの木材を縦半分にカットして、カットした部分を外側にやって中央部分にレジンを流す方法です。表面の部分は最後仕上げますが、汚れているのである程度磨いておきます。はい、この枠にレジンはくっついてしまうので、リガタテープというものを使います。今回は実験も込めて3種類のテープを使ってみます。 FRP ゾーンというサイトで買えるリガタテープと、レジンでいつも使っているフローレスレジンのテープ、あとは OPP テープという梱包用のテープです。これもレジンがくっつかないと噂で聞いたので、実際に使ってみます。続いて枠の部分もテープを貼っていきます。レジンに触れる箇所、テーブルを押さえる板、全部テープを貼ります。このようにビスで固定します。サイズも測りながらしっかりと四角形になるようにします。また裏の合板からビスがはみ出ないように裏から短めのビスで固定してます。続いて端材を集めてウッドレジンの角材を作ってみます。 1x4 材と 3cm×4 センチ材の枠を作り、そこに角材とレジンを入れて固めてみます。これはね、どうなるかわからないんですけど、いろいろ挑戦してみます。
OPP テープ。実験も込めて木材の裏面にコーキングをつけてみます。これをつけることでレジンが裏面に染み込まず磨く場所を最小限にする作戦です。木材の上にレジンをコーティングする人もいますが、自分は木材はそのままの感じにしたいので、レジンを無駄に使わないようにこのようなやり方でやってみます。ビスで打っていこう。クランプが足りなかったので、残りの端材は外枠に向けてビスで斜めに打っていきます。レジンが流れたりしないように穴は開けずにちょうどいい角度で固定して天板を圧着するイメージです。レジン中は手がベタベタになるので、触れるであろう箇所は全てキッチンペーパーで保護しておきます。導線は全部汚れてもいいようにしておきます。三脚も全部巻いておきました。はい、バケツもね買ってきました。今回もフローレスレジンというものを使います。主材と硬化剤があり、これを混ぜてレジンを作ります。1対1なのですが、重量にすると少し変わります。割合がおかしいと硬化不良が起こったりするので、しっかり測りながらやりましょう。フローレスレジンの 20kg タイプは5万円近くしますが、4kg タイプとかよりはだいぶコスパが良くなるので、これからレジンをいろいろやりたいという方は多めの 20kg タイプがおすすめです。とりあえずお試しでという方は4980円の 1kg タイプもあります。実際に僕が使用しているレジンは Amazon で買えるので、リンクも概要欄に貼っておきます。インパクトドライバーにつけれる混ぜれる用のビットも購入しました。レジンの混ぜ方はとにかくゆっくりです。混ぜる時に気泡が入ることが多いので、泡立てないようゆっくり長く混ぜます。はい、先に木の耳の部分だけハケで塗っておきます。木は呼吸をするので先に吸収させておきます。フローレスレジンと同じメーカーのもので着色をしていきます。意外と濃くなるので少量で十分です。
ーいい感じですね。もう外は夜です。こう少しね時間を置いて3時間とか4時間とか、ね、固まってきた時で箸とかでこう模様をつけると模様もだいぶつきやすくなります。おはようございます。じゃあ今日はねレジンを仕上げていきます。どうなってるか。いいね、綺麗そう。だいぶ固まってきてるわ。いやー絶景ですね。もうねレジンテーブルというかレジンはね何回やってもちょっと失敗したりもして本当奥が深いというか難しいからこそなんかめちゃくちゃ楽しいですね。じゃあこのままねゆっくり乾燥させてこれから固まったら型枠を取って数日間磨いていきます。いつもはね3日間磨くとか言うんですけど今回は量が多いんで10日間ぐらい磨きます。さあ緊張の一瞬ですね。レジンは固まってるのか。さあレジンはいい感じか。お固まってそう。よし、いい感じ。よかった。はい、ここはねもう見事に失敗です。レジンが流れないようにするためにコーキック剤で防御してたつもりなんですけど全然ダメでした。理想は木材のところにはレジンがついてない状態にしたいので、いい案ある方はコメントで教えてください。コーキングやったんでねこっち側には来ないようになってるんですけど、やっぱりねちょっと漏れてますね。こういうところからもっとコーキング多くしてもいいですね。これだいぶレジン高いんで本当に無駄遣いしてます。これはねもう何回やってもやっぱり失敗しますね。合計7枚一気にやったんでなかなかねうまくいくと思ったんですけどまたここは失敗です。ここはちょっとねまた考えます。なるべくレジンを無駄に使わないようにかつ綺麗に貼れる方法とかいろいろ実験しながらやっていくんでまたレジン DIY の動画上がるかもしれないんですけど、どんどんね自分の失敗とかそういうのを公開しながらやっていくのでちょっとでも参考になれば嬉しいです。いやこれいいね。多分ね削ってこうカットしたらいい感じの 1x4 材になる感じです。これもね3センチ4センチ材なのでおそらく削ってピカピカにすればいい感じになります。ここからカンナかけてベルトサンダーでバーってやってサンダーでまた仕上げていきます。
耳栓とマスクとメガネが必須ですね。じゃあ最後このまま、最後じゃないわ、最初か、このまま仕上げてじゃないわ、おかしくなってます。磨いていきます。いや7時間ぐらい磨きました。耳栓はね必須ですね。とりあえず一回一区切りついたんで、このレジンクス木くずみたいなのをね一旦掃除して、でもお風呂行ってもう寝て、で明日また磨きます。5日間ぐらいは磨くことになると思うんですけど、とりあえず掃除します。次は320、まだまだ磨きます。排水ペーパーで磨きます。1200、2500。